こんにちは、ポロロです。今日はフェルマーの料理第8話の考察と振り返りをしていきます。回が姿を消し、ガクが孤高の意味を知る。内容的にはかなりヘビーな回でした。その一方で今までの苦戦がほぼ回収される爽快感もありました。そして8話にしてついに出会ってしまいました。闇落ちガクに。ここからはさらに追い込まれていくガクを目の当たりにすることになるのでしょう。その時、カイはどのような形で手を差し伸べるのか、そもそもそんな余裕はあるのか、ここからさらに苦しくなっていく。その前に本動画で8話を振り返っていってください。このチャンネルでは放送中のドラマの感想や考察、ストーリーの振り返りを行っています。コンクールのドラマではフェルマーの料理、マイホームヒーローの2作を取り上げています。ドラマ、フェルマーの料理の原作、放送情報や配信見どころについてはこちらの動画で紹介しています。概要欄にも情報を載せておきますので、ぜひチェックしてみてください。ガクに刑を任せ姿をくらませたカイ。カイはいつも胸に忍ばせていたコースターを残していました。それを手に取ったガク。そこに書いてあったのは孤高の2文字。ガクは何これとつぶやきます。とはいうものの、ガクはその意味を薄々理解し始めていたかもしれません。その裏にはスタッフ全員に向けた伝言がありました。そこにはパリに行くとは一言も書いておらず、まるで根性の別れのような文章が綴られています。晴天の霹靂にスタッフたちはざわつきます。さらに、現場の指揮はガクに任せるとありました。マゴロクが先陣を切って賛成を唱えます。最初のうち、唯一ガクを認めようとしなかったマゴロクでしたが、今やすっかりその実力を認めてくれています。心強い先輩です。続いて、ペーニャ、ワン、ジョルダンの海外組も同意します。そして副料理長ホテイもガクが料理長になって、K がどうなるか見てみたいと言います。最後にランナも頷きました。その脳裏には、カイが自分だけに打ち明けたガクを後継者にと認めたシーンが蘇ります。仲間たちに背中を押され、ガクも強い意志を持って重責を担うことを決めました。カイを書いた K。しかし、意外なほど順調に K は回りました。喜びを分かち合うスタッフたちですが、しかし、そこにカイは帰ってきませんでした。パリまでカイを探しに行ったランナも成果を得られませんでした。カイを失ったガク、ここ、その2文字がガクに深く突き刺さります。時は2005年。カイがまだ子供だった頃、彼は孤児でした。パリの地で親に置き去りにされ、修道院で食事を与えられていたのです。その頃から彼は非凡な才能の片鱗を見せていました。提供されたスープに自分なりのアレンジを加えて食べていたのです。そこにたまたま居合わせた男、渋谷は、そんな少年の姿を見て声をかけます。そして少年の了解も得ず、スープに口をつけました。それが天才との出会いでした。少年の名前、カイを聞き出すと、渋谷は彼を拾うことにしました。渋谷がパリで営む小さなレストラン。そこでカイは料理のイロハを学びます。それだけではありません。料理人の生き様も叩き込まれました。渋谷の口から語られた言葉は孤高。自分のアイディアで道を切り開いていくシェフの世界では、家族も友人も不要なのです。俺すら信じなくていい。カイの人格を作り上げたのは伝説のシェフ、渋谷だったのです。ガクはカイを探して淡島邸の門を叩きました。淡島優作が出迎えます。しかしカイはそこにおらず、行き先も知らないと門前払いされてしまいました。中に戻った淡島、そこには渋谷ともう一人、ネネがいました。ネネは、もともと渋谷の下で働いていた給仕だったのです。カイが戻らない K。しかし、だからといって、半年先まで入っている予約をすべて断るなんて選択をしたら、スポンサー契約を打ち切られかねません。ランナとホテにどうするのか問われたガク。ガクは自分の欲望に忠実でした。やってみたい料理がたくさんあるんです。カイに託され、カイがいなくなり、凄まじい逆境に放り込まれたガク。皮肉にも、その逆境が彼のさらなる成長を促しました。ランナもホテイも、ガクについていくことを決めました。ガクはそれと同時に、もう一つの現実に直面することになります。しかし、数字を扱うそれは数学の延長線上にあるもの。ガクは自信を持って、大丈夫、と断言します。オーナーシェフガクのもとリスタートを切った K。常連客の出資者たちもカイが不在になったことを知りますが、今までと違った雰囲気のガクの料理に舌包みを打ちます。ガクが見習いだった頃からのファンである武藤義一もその一人。進化を続けるガクの料理、極上の一皿に最高の評価を与えます。そして、多くの出資者たちが資金援助を続けてくれることになりました。そんな新生Kでの仕事をガクは楽しいと食事の席で鮎に打ち明けます。街はクリスマスの華やかで浮き足立ったムードに包まれています。そんな中、ガクとは対照的に、どこか緊張した面持ちの鮎は何か大事な話をしようとしていました。しかしその時、ガクのスマホに着信が入ります。K からの呼び出しでした。彼女が何かを話そうとしていることに気づきもせず、ガクは鮎に謝罪をし、一人店を後にしました。呼び出したのはランナでした。因縁の相手、サイモンが出資に名乗りを上げたというのです。カイがいなくなったと知り、ビジネスの匂いを嗅ぎつけたサイモン。サイモンはカイの診断書をガクに見せつけます。そこには病名、聴神経腫瘍と書いてありました。そのすぐ下には症状として味覚障害が認められると診断されています。それは3年前から始まっていました。2020年、カイは渋谷を通して淡島を紹介されていました。
腕利きな脳外科医である淡島によって、どのようにこの腫瘍と共存していくかをレクチャーされます。しかしカイは味覚を失うわけにはいかないのです。選ぶ道は共存ではありませんでした。手術をしてほしい、と頭を下げるカイ。必死な形相のカイを見てもなお、淡島は首を縦に振りませんでした。淡島の腕をもってしても手術は危険すぎました。その時、カイはすでに完成されていました。怪物を自称し、自信たっぷりになった孤高の化身。しかし、いよいよ真理の扉の前に立つというその時に襲った神のいたずらは、そんなカイをも恐怖に陥れました。それでもカイはくじかれません。神に抗うつもりなのです。料理の歴史を俺以前と俺以後に分断する。料理人として死んだとしても、多くの知識、技術、レシピを残す道を選んだカイ。その視線の先には、すでにまだ見ぬビジョンがありました。最高のシェフを集めて東京で店を出す。渋谷もカイの野望のサポートを決めます。しかし、意外な一言を付け加えます。俺を遠ざけるな。それは、カイにここを教えた伝説のシェフにはあまりに似つかわしくないセリフでした。世界中から逸材と呼ばれるシェフがカイの元に集います。東京からホテイトランナー、中国からワン、スペインからペーニャ、フランスからジャン、京都からマゴロク、そして偶然出会ったまだあどけなさを宿した青年、北田岳。岳は神妙な顔つきで診断書を読みます。料理人として生きていけなくなったカイが戻ってくることはもうない。意気揚々とそれを話すサイモンは、経営権の譲渡を求める提案をします。あくまでも経営権だけで、料理長は岳、料理のみに集中できるのです。同席した淡島も、それが合理的、と太鼓判を押します。しかし岳はそれどころではありません。カイが一人で抱え込んでいた現実にうろたえます。サイモンは、そんな岳を見て、優越の表情を浮かべました。サイモンを喜ばせるのは尺に下がりますが、客観的には悪くない提案に思います。悩める岳が家に帰ると、ネネさんが帰ってきていました。しばらくKを不在にしていたネネでしたが、カイのことについて渋谷と相談していただけで、カイの行き先は知らないようです。東京に来て岳には一つの習慣ができました。悩むたびにあゆを呼び出し、話を聞いてもらうのです。直接悩みの解決につながるアドバイスができなくても、不思議とあゆは意図しないところで岳にヒントを与え続けてきました。その日も岳はあゆに K の経営権についてどうすればいいか打ち明けていました。しかしその日のあゆはいつもと様子が違います。これからはもう自分を頼らないでほしい。というのです。あゆはオーストラリアへの留学を決めていました。もう今までのように岳と会うことはできないのです。あゆはこれが最後。と岳にクリスマスプレゼントを渡します。それは小さなサボテン。忙しくても、これなら育てられるだろう。東京に来て生活が一変し、どんどん多忙になっていき、同郷の一番大切な友人のことを気にかける余裕がなくなった岳。そこにはほんの少しの皮肉が込められているようにも思えます。もちろん岳は何も用意していませんでした。それでも見送りだけはさせてほしい。と小指をつなぎ約束を交わします。翌日、サイモンと淡島が再び K に現れます。岳のオーナーシェフとしての決断が伝えられました。僕たちはカイさんを待ちます。途端、サイモンの顔が怒りに歪みます。本当にそれでいいのかと問うサイモンに、岳は一片の迷いもなく答えます。僕には数学という武器があります。サイモンは悔しさをにじませ、K を去りました。帰りに淡島が問います。なぜすぐにカイの病気を暴露しなかったのか。その方が優位に交渉を進められたはずなのに、サイモンは何も答えません。淡島は邪推します。病気を出しにして、誰かを追い詰めるような人間にはなり下がりたくなかった。やはりサイモンは何も答えません。しかしその顔には、自らをあざけるような笑みが浮かんでいました。再び時間が動き始めた新生K、前髪をアップにし、大人っぽくなったカイが現れます。しかしその表情には、まだまだ初々しさが残ります。首には赤いスカーフ。それは、カイがかつて身につけていたものでした。仲間たちに温かく迎えられ、はにかみながら高らかに開店を宣言します。新たなオーナーシェフが誕生し、厨房は活気づきます。カイが帰ってくる。その日まで、仲間たちと一緒にKを守っていくことを決めた岳。そこに一本の電話が入ります。着信はあゆからでした。実は申し訳ないんだけど、そう切り出した彼女の背後には飛行場のアナウンスが聞こえます。あゆは嘘をついていました。間もなく飛行機は彼女を乗せてオーストラリアに向けて旅立ちます。岳は見送りをさせてもらえませんでした。しかしそれは岳を思えばこその行動。新たな門出を迎えた岳の邪魔をしたくなかったのです。今までの感謝を伝えるあゆ、別れの挨拶を済ませ、岳は知ります。また一歩、孤高に近づいたことを、憧れたあの人たちを僕は今なら超えられるんだ。あどけなさ、優しさ、調和、それらすべてを削ぎ落とし、岳の表情が変わります。そして K は、ここを背負った彼によって支配されることになりました。はい、フェルマーの料理8話でした。今日は回収された伏線を振り返ってみましょう。2話にて2024年布袋が、岳を選んだのは自分たちと話していました。今回はそのシーンが描かれましたね。岳が料理長になった K を見てみたいということで、能力を評価、期待されて、会からも仲間たちからも満場一致で岳は選ばれたのです。その結果がまさかの闇落ち。あの岳がこんなことになるとは、ついほども思っていなかったでしょうね。
次に回のリミットについて、それは来年の花見頃までと話していた淡島でしたが、病状の進行があまりに早く、それは想定外のことでした。そして額の成長もまた想定外に早く、結果回は7話にして主役の座を降りることを決めました。損益計算書では2024年の人件費がずっと一定なのに、春に回がいなくなるのでは辻褄が合わないと4話の動画で指摘しましたが、全然矛盾のない展開でした。そして、カイと渋谷の関係について、二人が師弟関係であることはすでに明かされていましたが、師弟どころか、ほぼ親子でした。カイにシェフたるものここを垂れ、と教えたのは渋谷でしたが、今では病気を抑えつけてその道を邁進するカイを心配しています。3話では、まだ続けるのかあの店を、と明らかにやめさせたがっています。料理の道を極めることより、もっと自分を大切にしてほしいのでしょうね。俺を遠ざけるなって、もう親子ですよね、これ。しかし、3話の同じシーンでは、淡島が感慨深げに、この食事会も終わりが見えてきた、と発言しています。カイは重荷を下ろすことができ、武藤という出資者が増えたことで、渋谷も出資をする必要がなくなります。それを受けカイは、渋谷のサポートから卒業できる、と発言。めっちゃ遠ざけようとしていましたね。渋谷は苛立ちます。案外、残りの人生を、渋谷はカイと二人で安穏と過ごすつもりだったのかもしれません。淡島は、カイがそんな簡単に諦める性格ではないことも分かっていたはず。カイは淡島の発言を聞き、逆に好奇心を刺激されたのではないでしょうか。そしてそれは渋谷の望むところではありません。淡島のカイを焚きつけるような発言を不快に感じていたとしてもおかしくはないです。現にその後、渋谷は食事会を放棄しています。今になってみると、ちょっと浅はかな発言だったように感じられます。4話ではまた席についていますけどね。渋谷はカイが心配で心配でしょうがないのです。最後に今後の展開を予想。ここから K の転落が描かれていくことになりますが、これは進むべき方向を間違えた額によって、K の料理のクオリティにも悪影響が生じ、出資者が減っていくような気がします。いくら額が天才でも、仲間なくしては組織を維持することはできません。まあ何が言いたいかって、職場は人間関係が一番大事。みんな仲良くしてほしいです。ドラマ、フェルマーの料理は Netflix と Unext で配信中です。僕の相方 YouTuber の歌丸さんのチャンネルでは、原作漫画のフェルマーの料理を取り上げています。またこちらの動画では最新刊の4巻についてもネタバレにならない程度に触れているのでぜひご覧ください。それではまた次回の動画でお会いできますように。バイバイ。